こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は土星逆行のお話をします。これとっても大事な期間になりますので、気合を入れて話しますので、ぜひ最後までご覧ください。そして、いつもこのチャンネル見ていただいている皆さん、ご縁をありがとうございます。そして初めてたどり着いた方もぜひチャンネル登録をお願いします。これからも皆さんとつながっていきたいと思っております。毎週金曜日の朝、インスタグラムで開運ライブをして、皆さんに開運波動をお届けしております。先生術のテキストなんかはノートや、アメブロの方でも出しておりますので、さらに詳しく知りたい方はどうぞそちらをご覧ください。で、何よりもこの YouTube 頑張ってやるようになってからというのは、作るのはだいぶ前にチャンネル作ってたんですけど、やっぱりこう気合を入れて動画を出し始めているのはこの2、3年なんですが、これをきっかけにですね、日本から先生術のオンラインの個人セッション、を受けてくださる方が増えまして、何よりも私が嬉しいのは、この私の、開発した宇宙からいただいたセプタグラムソウルジャーニーリーディングで、このいつもやっているメソッドを習いたいという方が YouTube きっかけで、増えてきまして、で、今、プラクティショナーも日本人の方、日本でたくさん誕生しております。ぜひ皆さんもピンとくる方はお仲間になっていただけると嬉しいです。まずはぜひ個人セッションにお申し込みください。さあ、それではですね、今日は土星逆行のお話ですが、2025年7月の13日、12時47分頃ですね、日本でいうと、土星は逆行を開始します。そして11月の28日、13時56分頃まで逆行をします。逆行を終えるのは魚座、で終えます。だからつまり途中9月の1日に一旦魚座に戻るということです。で、これも毎回お話ししてるんですが、海王星の逆行にすら、土星の逆行にしろ、逆行の始まる前、その日よりももっと前からとても大きなシフトが起こります。逆行が始まる前にステーションという期間があって、それがこう止まっている期間なんですね。なんならば逆行中よりもちょっと厄介です。ですから、逆行に関しての動画はいつもちょっと早めに上げておりまして、もうこれを見た時点で今から言うエネルギーがもう影響を受けているんだというふうに受け取っていただけるといいと思います。そしてですね、まずこの期間中、土星というと、私は Greatest Teacher って呼んでるんですけど、最も偉大な教師、またはカルマの星と呼ばれている。これが土星。この土星の影響、一体逆行中っていうのはどのように受けるんでしょうかということですね。で、土星は人生に責任というものをもたらす天体です。だから特に人生後半を生きている方にとってはもう自己責任でね、全てを生きている時代時期の方にとっては太陽星座よりも大きな意味を持つことがあります。私と同年代も50代後半から60代の方っていうのがセプタグラムを習いに来てくださる方もとても多くて、というのは何の経験もなくて、なんならばそのこう先生術やカードリーディングの経験がない方がいいぐらい。だけど人生経験だけは50年、60年あるわけですよね。そういう状態での人がこのカードから受け取るメッセージっていうのが本当に素晴らしいよっていうのがこのセプタグラムなんで、本当に60になるまで全く何もしてなくて孫の世話をして残りの人生をしようと思ってた人がガンガンセプタグラムのプラクティショナーに今なって素晴らしいメッセージをお届けしてるんですね。特にそういう年代の方にとってはまさに今土星期を生きているということですから、とても土星という天体は大事になります。で、私のクライアントさんは平均年齢が高くて50代後半60代の方が多いというのもあって、土星をとても重要な天体として私もセッションの時に読ませていただいております。で、サタンリターンっていう言葉があって、サタンリターンと呼ばれるのは、生まれた時のバースチャートの土星の位置からゾディアックの土星が一周ゾディアックを一周して戻ってくる。これがだいたい公転周期が29年からです。30年ということで、29歳から30歳の頃に1回戻ってきます。これがサタンリターン。そしてそれをもう1回、2週目のサタンリターンというのが還暦の頃、60歳の頃ということになります。
で、成人式っていうのは日本では20歳からかもしれませんけれども、まだ学生だったり、働いていても親の助けとか世間的な立ち位置からも完全に自己責任で生きている状態にはちょっとまだ20歳っていうのは早い方が多いと思うんですよね。それが現実的にもう世界全体からあなたの言動はすべてあなただけの責任です。もう親も尻拭いしませんと認識される時期。これが29歳ぐらいのサターンリターンと呼ばれている時期ということなんです。そして親や世間のせいにせずに全て自分の人生を背負うつもりで生きる、そこからの30年を経験して本当の意味で今世の使命に向かって新しいスタートを切るのが還暦の時2回目のサターンリターンということになります。ですから、土星の逆行は人生を成熟させるほどに振り返る過去も長くなるし、より重要な意味を持つ天体の動き、もう特に還暦を迎えた方なんかにとっては、ここからいかに土星をうまく使っていくかという人生になっていくということになりますね。で、さらに海王星の逆行の動画がすでに上がっているはずで、そちらでも言いましたけれども、土星の逆行は毎年発生します。そして約4ヶ月半続くという、お決まりの行事なんですが、海王星の逆行も土星の逆行も今回の逆行はお決まり行事じゃなくて特別な意味を持っています。その理由があります。それが逆行中にお羊座から魚座に逆に遡りして移動するということなんです。2つのサインを逆行中にまたぐっていうことだけでも大きなエネルギーですが、そのまたぐ場所が魚座とお羊座の間っていうのは始まりと終わりの境界線ですから、より大きな揺らぎが起こるということになります。ということで、もう少しこの逆行中どんなことが起こるのか。土星は構造、責任、長期的な目標、それから人生後半のゴール、生まれてきた意味そのものだったり、宇宙から預けられた皆さんへの使命だったり、今世で何を学ぶべきかっていう、そういうところだったり、もっと深いテーマで言うと、ソウルのカルマそのものを司る最も重々しい天体です。この土星がお羊座に今いるとき、これはお羊座という行動の場所ですから、あなたの行動そのものを見直す機会が逆行中に与えられるということになりますよね。で、土星は時間、タイムキーパーでもあります。時間を、管理しているのも土星です。ですから、あなたのこれから先の人生の時間の使い方とか、人との関わり方とか、発信の仕方そのものが、ソウルのカルマの解消に向かっているのか、またカルマの同じパターンを繰り返す方向に向かっているのか。あるいはソウルの使命につながる、アラインする行動につながっているのか、全然違う方向を向いているのか。それが人生前半とは違うわけです。20歳の頃と60を過ぎてからでは人生経験してきたものが違うから知っていることも違うし、何よりも失敗してきた回数が違う。そして土星は失敗から学ぶことを推奨している天体です。でこういうこともひっくるめて人生後半の目指す、あなたの本当のもう今世の幸せのに満ち溢れたゴールっていうものからずれてないか、改めて個人的な言動や時間の使い方に関して内省する機会が多くなる。これが今回の逆行中ということになります。で、今回の逆行が2つのサインで起こるということで、お羊座から魚座に移る理由、これも明白です。この30年間の人生で、1回目のサターンリターンから、あるいは30年間で経験してきた失敗からの、今も言いました、学びを生かして、そして5月25日にお羊座に入ったわけですけど、お羊座が始まりですからね。ですから5月25日までのその以前の30年間でどんな失敗をしてきたか。
それを生かして5月の25日から新しい土星のお羊座サイクル30年がスタートしたということだったんです。で、5月25日からもうすでに逆行までの間に1ヶ月以上ちょこっとお羊座土星の影響で責任を持って行動をしてみた結果、より深いソウルの使命に気づいたり、カルマの解消に向かっているかどうかに気づいたり、より深い自分自身のソウルの課題そのものに気がついたり、繰り返すパターンに気がついたり、本当の私のソウルの使命はここだった。もう20歳じゃないんだから、使命に向かって生きよう。そして私が宇宙から受け取った役割はこれだった。こういうメッセンジャーなんだとか、こういうことをして世の中に貢献するんだとか、そういうあなたに与えられた役割、これも土星ですね。そのものに一回行動してみたから、お羊座に入ってから、より気づいた人は多かったはずなんです。そうすると、このまま行動を続ける前に、ちょっと調整が必要かなって気づいた人が多いと思うんです。私もそうですけど。その前に、じゃあもう一回、最後にもう一回だけ魚座に戻って確認させてと。思ってたでしょ？私は思ってましたよ。あ、よかった、土星がもう一回だけ魚座に戻ってくれると。なぜならば、魚座っていうのがそのカルマを見れたり、使命が見れたりする、最も深遠な宇宙に最も近い、つながることができる場所だからです。そこにもう一度戻って、ちょっと微調整とか細かいところを確認したい。確認する必要がみんなあるわけです。なぜならば、この後もう一度魚座に土星が戻ってくるのは、単純計算で27年後ぐらいでしょ？はっきりした日程、今ちょっとここで言えませんけど。27年後だとさすがに50代後半、60代の人はちょっとね、遅くはないけれども、より長い間楽しい人生をやりたいじゃないですか。ですからやっぱりここでもう一回だけ魚座で確認したいということです。新しい30年のサイクル、5月25日、お羊からスタートしたけど、これから残りの私の人生の向かい先、負のカルマを繰り返さず、使命の方に一気に近づいてくるための生きる道はこっちで合ってるよね。もう一度魚座土星で確認するために戻るんです。で、この戻るということはなぜならば、このままでは進めない課題がこの期間に持ち上がるからです。これはしょうがない。土星逆行中は必ず持ち上がる。過去の未解決の問題、繰り返す人生のパターン、特に感情魚座と行動お羊座とのつながりに関係する問題が再び表面化していきます。感情にコントロールされてやってしまう行動でいつも負のパターンを繰り返しているとか、そのカルマを繰り返していることに気づいたり。感情を置き去りにして行動していたことによる負のパターンに気づいたり。いずれにしても感情と行動というこのつながりに関係する課題が表面化します。で、土星の逆行は忍耐力と冷静なアプローチを育てる時期です。これはどのサインにいても共通です。だからそのための困難がやってきますが、そこに対応するときに大きな個人的な成長と変革を必ずもたらしてくれます。で、またその課題に取り組んで成功することで、一気に社会的にあなたの評価が上がったり、これまで滞っていたあらゆる問題って1個じゃなくて、いくつかありますよね。でもこれが今回のレベルアップによって全て一気に解決されていくという、そういう可能性があるときっていうふうにポジティブに捉えることができます。で、ちょっと私はだからそれを想像してみたんですけれども、例えばこれまで使っていた編集ソフトウェアがあって、そこそこ機能してきてるんですよ、この30年間も。でも、あなた自身の成長とか状況の変化に伴い、どうしても上げたい動画を作るためには、別の機能が必要となってくるっていうような感じ。課題が持ち上がる。このソフトウェアではそれ作れないんだという課題。このソフトウェアにない機能
そのために音声変換のバラエティが限られていたりとか、画質の程度に限界があったり、で、それはこれまでも抱えてきた課題だけど、これまでは別にそれをしなくてもなんとかうまくいってたわけですけど、今回はどうしても音声変換のバラエティが必要だし、画質がこのレベルに上がらないとアップできない、なんかどこかに参加しなければいけなくなったりっていう課題にぶち当たったというわけです。これを改善しないとそれ以上良いものが作れない、レベルアップができないということに直面したらどうしますか？アップグレードします。アップデートします。そうすると、アップデートしてアップグレードしたことによって、一気に今までのソフトではできなかった問題が全部課題が解決される。そしてワンランク上の動画がサクサク作れるようになる。そんな感じです。そんなことが期待できる。だから一旦、旧ソフトでは不可能な課題が持ち上がるという問題には直面することにはなります。でもそれを超えたところにあるご褒美ということです。で、しかもですね、今回この期間は、海王星の動画でも言ったように、海王星のお羊座から魚座への同じ動きをする逆行とほぼ重なっていきます。そして、7月の18日から8月の11日までの3週間は、水星も火のエレメントですよね。獅子座かなで逆行をします。それと時期が重なります。で、もちろん冥王星はすでに逆行していて、10月の14日まで冥王星の逆行も続いています。さらに、この後、同じお羊座で、カイロンの逆行が7月の30日から始まります。なので、2025年後半7月の流れ、7月以降の後半の流れを見ると、火のエレメントでいろんなことが起こりまして、大きな混乱を引き起こすという可能性はありますが、だからこそ火のエレメントですから、自分自身の生き様そのもの、残りの人生の土星の時間の使い方、そういうものを見直す絶好のチャンスと捉えることができるというふうに思います。火のエレメントはあなたの行動をどこに向かって行うのか、そしてその行動に時間、どの行動に一番時間を費やすのか。仕事のここの部分に残りの人生をできるだけ時間を捧げたいと思うのか。あなたの使命に近づくところにもっと時間を使おうってするのかっていう、そういう生き方そのものに最も近い場所。これが火のエレメント。そこでの逆行ということでそして、Greatest Teacher、土星は常に失敗から学ぶこと。何回も言います。大事だから。土星は失敗から学ぶこと、つまりチャレンジをして行動して経験したからこそ失敗することができて、そこから学んだことに最も評価を与えてくれる、最も価値を置いてくれる素晴らしいティーチャーです。で、土星は最も厳しい先生だと思っていると思います。木星のように助けてくれない。もう本当に厳しい先生として有名ですけど、それは私たちが自分自身で解決して、自分自身を成長させる機会を奪わないために安易な手助けをしないだけです。そして、はっきりと改善すべき場所をバーンと言っていきます。いいわよ、今のままでいいわよとは言いません。明確に、ここがこうした方がいいよって言ってくれます。でも、だから厳しいって思われちゃうけど、これってどちらもすごく愛の行動ですよね。ですから、土星先生が本当は優しい、愛にあふれているという証明に、土星先生は失敗しても絶対に起こりません。うまくいったことや成功したことから学ぶんじゃなくて、何回も言いますよ。失敗したことから学ぶ。これが土星先生の教育理念だからです。よくぞ失敗したって言ってくれる。あなたは多くをこの経験で学んだね。素晴らしい。失敗すればするほど称賛してくれます。これが土星。ですから、この逆行期間は恐れずに過去の失敗から学んだことを教訓にするために振り返りましょう。過去の失敗見直すと傷がしみるんですけど、振り返りましょう。そして、そこから浮き上がる未解決の問題に取り組みましょう。そして、それを解決するためにアップデートしましょう。そして、これまで一度も経験していない最新バージョンにアップデートされたあなたに変身しましょう。人生って一つだけじゃないんですよ。バージョンいくつもあるんですよ。新しい5.25バージョンみたいなやつに
アップデートしていきましょう。そうすると2026年、最高の年になります。ご褒美を受け取るのは2026年ですから。ということで、この宇宙からいただいたセプタグラムソウルジャーニーリーディングの65枚のカードから、これを見ている方にメッセージを一つ。マカバ、あれこの間、海王星のもマカバが出たんじゃなかったっけ？ちょっといろんな動画を撮ってるので、どこでマカバが。いや、マカバ出ましたよね。デジャブーみたいな感じ。やっぱりこれが大事なんだ。マカバはソウルの形です。この形がマカバです。なので、ソウルのカルマ、ソウルの使命、ソウルの目的に生きることが大事ですよ。特に人生後半の皆さんは、ソウルの使命に向かって生き始めてると、プライベートな喜びはじゃあ捨てるのって思う人がいるけど、それは多分すごくこう本質を勘違いしている人の考え方だと思うんですけれども、ソウルの使命に生きている人がみんな豊かになってる、幸せになっている。結局そういうことなんです。ということなので、マカバ、ソウルの声を聞きましょう。あなたのこのお腹のところにこのマカバと、この同じ形の同じ大きさのものがおへそのところに皆さん入ってるんですよ。ですからちょっとそこにお腹に手を当てて、ソウルの声、あなたの使命、確認してみてください。ということで、今日はこの辺で。素敵な土星逆行期をお過ごしください。